路上でこう喧嘩してるの見たら野獣も集まるのと同じ感覚で、プロの試合よりもある意味面白いですよね。山本義久です。映像のプロデューサーとか監督やってます。ワルにおいては、プロデューサーをやってましたが、今年全大会から、代表になりました。北は北海道、南は沖縄まで全国のその悪い人間たちを集めて日本一を決めてみようかとやり始めました。基本的にはその路上に近い形を作ろうということで、投げ技、締め技はなしで、金的目つきもなしで、それ以外は基本的にありにしようと。やっぱ過激なんでルールが、テイクダウンを取った後も関節はなしなんで、とにかくその殴りつけるだけと。路上の喧嘩もノックアウトで最後終わるしかないんで、誰かが止めに入るかっていう形なんで。前回大会なんかで特に光ってたのはサップ西成と拳に月と書いて天人。この2人はもう特に強いですし面白いし。昔中学ぐらいの時は柔道、少ししてて、ほんで辞めてからもちょくちょくは格闘技かじったりしとったんですけど、山根道場ができて、30歳からですね。僕はちょっと遅かったんで、ちっちゃい頃から喧嘩とか、スポーツとかその体に関して絶対それでこう飯食える自信があったんで、暴力で飯食ってる人なんかを初めて見て、俺もこの道だとか思って、ストリートファイトの大会があって、もういったらそれの大阪で一番やっぱりこう名前を売れてるし、もう強かったから、僕も腕っぷしない自信あったから、それでこう山根道場来たので、そこから知り合いですね。やっぱり東京でワルという大会に僕ら招待されて出場したんですかね。で賞金も良かったし、で東京とか全国で名の知れてる、やつらが出とったから、団体戦っていうのがあって、でそこで優勝したのが日本一やろと。で見事にね、ケムが出て優勝して、日本一の称号、個人戦も大道とか、つわもののやつらが出て、みんな総なめにしてしまったし、戦いたいやつらばっかりやから、喧嘩したいやつ、戦いたいやつばっかりやから、もうその大きい大会出たら、大会があればもうどんどん参加していくつもりやし、やっぱワルが大きいから今はね。他のその全国にいろいろあるじゃないですか、団体が。やっぱりどこまで行っても俺らそのつわものの日本一ですから、戦が強くなりたくたりとか、喧嘩が強くなりたいとか、やっぱ格好つきたいんやったら、この西成のこの本部に足を運ぶやつがやっぱり本物かなと。西成というのはその、大阪のアンダーグラウンドの巣窟というと西成の人に怒られちゃうのかもしれないですけど、そのすごく治安のよろしくないところですよね。経歴は問わないようにしてるので、特にその目立った犯罪歴とかがない限りは出してるんで、それなりにやっぱ皆さんいろんな経歴をお持ちだと思いますけどね。僕はもう生まれも育ちも西成で育ってますよ。どんなところってね、おもろいですよ。ほんまに片方の靴取ったりね。僕昔見たのはね、10円玉をね10円で売ってましたね。日本でも僕も田舎は育ちだけど、ここに来たら外国っぽいもんね。本当の無法地帯で、みんな住所不定の無職でしょ。もう1泊1000円ぐらいで、1000円前後ぐらいで誰でも泊まれるから、全国の犯罪者が集まるんですよ。西成40年、そして頑張ってや、この
わしもこれ40何年なんで九州から来て西成カメラ映したらな一切シャッターアウト昔はな今は橋本市長になってなこの報道もできるし死んだわゲラッゲラわけのわからないやつの応援が西成です。全員こっちの落ちこぼれなんですそうそうなかったしですこっちの落ちこぼれ俺は、まあ、田舎の方の奄美大島ってとこなんですけど、まあ、大阪来てまだ10年目なんですね。最初はもうこの右の大番長に喧嘩売る目的でどっちが強いんだ思って山根道場スパーリングしに行った時がもう全ての始まりですね。で案の定ごっつい強いから自分の中ですげえリスペクトと感銘を受けたんでね。南の町でも大阪でも有名どころのサップさんがこう山根道場にいてるって聞いたんで、まあ、それをきっかけに道場破りしようかなとか思ってちょっとやっぱそれサップさんにこう、まあ、簡単に言うとサップさんにどんなもんやとなそうどんなもんやつを見たら道場破り来たのがきっかけでお前強いんかこらってやってみやがいっつってサップとケンムーでやったらケンムーが負けたのサップに。そこで心入れ替えてもうその日からその道場に住み込み出しちゃったっていう。俺も強くなりたいですって言って。まあ勝敗はどっちに聞いても俺が勝ったってしか言わないですけど勝敗はね、まあ、そこはもうお互いだけのあるとしてまあいいじゃないですか。相手も上がってる、スタートも上がってる、もうめっちゃ楽ですよ。緊張なんかせん、リンガー。俺それとなんかね、バーン来た時何人かも上がらへんし。後ろから来るかもしれないです。クラブなんかもそうですよ。サップにしゃ暴れていったら暴れてなかったし、俺が暴れて呼ばれてるみたいな逆に、ね。この間1年前に久しぶりに喧嘩して、その時もクラブで「お前表出ろや」って言って「お分かった分かった」出る階段で道路とついとったからね。でそれが2回ぐらい俺あったかな。ピストルだけ突っ込んでいったらサムさんのいつやったらこのピストルにそのままもう丸腰で突っ込んでいけないよ俺ででもなカーテンなったりしたらもう分からへんもんね。もうなるようになるわみたいな感じやから。俺らの場合もう一発がもうそれ必勝やからパン当たった瞬間もうそれでおしまいでカッコつけて名乗れへんしじゃってだからリングの中ではルールは守るけど一歩外出たらやっぱりその絶対負けは許されへんからね、だから武器も使うし、何でもしますよ。不意打ちもするし、お前さっき言ったように、ある意味でそのラッキーなの2人は。そういう意味ではね、もちろん強いのももちろんだけど、その肉体的な強さももちろんだけど、それよりもそのハートが強い人間っていうのは結局最後行くところじゃあ死ぬか死なないか命のやり取りしましょうって時にたまたま運よく殺されてないだけだから2人は明日試合やから言って特別何かこうすることもないし、多分こうなし南出たらほらこう喧嘩仲間とかみんな集まって、まあ、うちの先輩もおるし、まあそんな感じで明日買ってこいよぐらいの軽い感じで、もう買ってきますわみたいな、いつもそんな感じです。でまあ試合自体喧嘩や思ってるから、もう試合に喧嘩にね、寝不足も2日やも2日やから待ってくれもう言わへんし。自然に強いから大丈夫。練習もケンマなんか練習しないしほとんどもう飲んでるしタバコ吸ってるしそれでも2人はもう明日活躍してくれると思いますよ。明日はまあ俺のスタイル、いつもと一緒のスタイルで楽しく、殴り合って、勝つみたいな。いや明日ほらスタートラインが決められてるんで、もう用意どんでもう失神させてもうそれで終わりだと思います。じゃあ乾杯。みんなね、その世間一般ではすごくこうなんていうのかな、悪い噂が流れてて怖がられてるけど、
僕なんかみたいに本当に仲良く付き合って一緒に酒飲んだりして遊んだりすると本当に気持ちのいいやつらで礼儀正しいし、僕なんかにも絶対に敬語を使うし。KO 賞は3万円。やっぱりみんなその KO を狙ってバチバチと結構ハードな試合になる展開になってますね。真面目に練習を積んできてる選手と全く本当にストレートしか経験してない選手とはやり合うことになるので、実力差がすごくはっきり出やすいのと、あとそのプロのように技術がないんで様子見っていうのがないですよね。間合いを取って膠着してる試合展開っていうのはあまり少ないですね。自分の僕は空手やってるんですけど、牧久夫先生って方がおられまして、でその先生が2年前に亡くなられたので、その先生に対しての恩返しで「ワル」という作品がありまして、その主人公が悪いというか、そのダークヒーローというか不良のカリスマみたいないうことで、牧先生のような昭和のワルを今平成の世で平成のワルっていうのを見つけてよいよと。僕らがの時代の悪いやつらと今の時代の悪いやつらっていうのはちょっとその悪さの質が違うというか、今の子だと後ろからいきなり金属バットで頭を殴るっていう、そういうのはやっぱ僕らはやらなかったですよね。そのどんなにこう恨みがあろうが何しようが、それはやっぱ僕らも自分たちで先輩たちとかにこう焼きっていうことで一方的な暴力を受けたりとかもしましたけど、目標を持った暴力は捕まらないですけど、目標がない暴力はやっぱり一般市民に向いてもうたらそれは犯罪やし、かっこ悪いことやし、そういう目標を持たせてくれるっていう面ではもうすげえ悪っていう大会にはやっぱり感謝しますし、やっぱ男だから戦う。リングの中はね、許されてるからね、暴力が。僕らからしたら嬉しいことで、どつきが好きな人間ばっかりが集まるから、僕らからしたら外の方が得意やから、なんも格闘技やって力強くても僕らも平気で武器持つし、ただルールがあるから、ルールのままで僕ら規制されて、リングになって、こんだけ強いからね。喧嘩をすればこれは警察に捕まることだけども、ちゃんとしたリングの上でレフェリーがいてドクターがいて、なるべく怪我のないようにやっていけばまた、日頃真面目に働いていけるんじゃないか。世の中には必要悪ってものがあるし、その中で一生懸命生きてる人間たちもいるんだよっていうことを、あの子たち街じゃどうしようもないのかもしれないけど、今更生して一生懸命やってるよねっていうのがなんか伝わればなと思って。こういうふうにリングに上げてくれる、社長さんとか応援の人とかにはすげえ感謝します。どこまで行ってもあれがなかったら僕なんか頼んだのゴロつきやから、一緒にまだどんどん俺のことをこういろいろとね、これだけは本物やから。今でも腰やっちゃった。